ミルトンチャンネルです。今日はこのエブリィに取り付けるとめちゃくちゃ暖かくて停車中でも使用できる FF ヒーターを取り付けてみました。その取り付けた映像がこちら。 FF ヒーターの取り付け自体はそれほど苦労することなく取り付け完了しましたが、取り付けの過程で車を壊してしまってその修理にはかなり苦労しました。結果的にはこの車体の床面にヒーター本体と燃料タンクまで含めて全て収納することができましたので、かなりテンション上がりました。まず取り付けに入る前に FF ヒーターとは何かご存知ない方もいらっしゃると思いますので、簡単にご説明させていただきます。 FF ヒーターとはエンジン停止中でも暖房を使用でき、エアコンよりも素早く車内を温めることができる燃焼式ヒーターです。主な燃料にはガソリン、軽油、灯油等がありますが、私は灯油と軽油が使用できる中国製の格安 FF ヒーターを購入しました。そのお値段1800円。送料は別ですが、少し高めの電気毛布と同じような値段です。この製品、比較的コンパクトで最弱モードで使用しても吹き出し口はとっても暖かく、一度取り付けてしまえば燃料1リットルあたり約8時間も稼働ができるなど、車内を温める暖房の中では最もコスパの高い製品です。また燃焼の給排気を車外で行うため、車内の空気は常にクリーンに保たれるので、キャンピングカーに装備されることが多く、冬の車中泊で大人気のアイテムになっています。中国からの発送で3週間ほど待ちましたが、商品を開封して詳しくチェックしていきます。こちらが内容物一式。私に送られてきたものには欠品等はありませんでした。マニュアルはすべて英語で書かれていますが、 Google 翻訳の写真機能を使ってすべて日本語訳にしたので、特にわからないこともありませんでした。それではパーツを詳しく見ていきます。燃料タンク本体、車内用のダクトパイプで、こちらの2本が車外用のダクトパイプになっています。取り付けステーと液晶モニター、こちらはリモコンでコントロールできて結構便利そうです。燃料給油用チューブ、想像していたのはもっと柔らかいものを想像していたんですけども、結構硬めのチューブです。取り付け金具一式、温風吹き出し口、電気ケーブル一式、車外用マフラーと取り付けステー一式、車外用排気口にフレキパイプを仮付けしてみました。かなりキツキツな作りで取り付けにちょっと苦労しましたが、逆にこれをつければ車内に排気が入ってこないので一酸化炭素中毒を防げそうで、そういった意味では安心です。車外用マフラーもキツキツでしたが、騒音を防ぐには効果的だと感じました。車外用吸気パイプはスムーズに取り付けができました。電源ケーブル周りも詳しくチェックします。全部ここから接続されているようです。すべてのコネクタをつないでみました。ジャックの形状が違うので間違うことがなくて、これはいいですね。プラス極には 20A のヒューズが仕込まれていて、ショート対策もされていて安心設計でした。リモコンは押し間違いがないよう蓋がついていました。燃料吸い上げポンプもジャックでつなぎます。これで3つあるソケットの接続が完了しましたので、あとはこのプラス端子とこちらのマイナス端子をバッテリーにつなぐだけで OK です。プラス側にこの丸型端子が仕込まれていないので、こちらも丸型端子を仕込みたいと思います。 R26 というものを使います。ダイソーの電光ペンチでかしめます。はい、引っ張っても取れなくなりました。純正付属の燃料タンクが大きすぎたので Amazon ですでにノズル付きの 5.5 リットルのポリタンクを買いました。付属のゴム管を取り付けます。約5センチにカット。付属のホースバンドでゴム管とノズルを固定。このバンドはペンチで両側から潰すとホースバンドが広がってゴム管とノズルを固定できます。このバンドで固定することによって燃料が漏れる心配がなくなります。ヒーター本体の燃料パイプも同様にゴム管を仕込みます。燃料漏れを防ぐために必須の作業です。車外用排気ダクトも接続します。こちらも付属のホースバンドで固定。プラスドライバーもしくはレンチでバンドを締め上げます。車外用吸気ノズルも全く同様の手順で取り付けます。車外用吸気管にエアフィルターをつなぎます。試運転はバッテリー直でつなぎました。
プラス端子を接続後マイナス端子をつなぎます。ヒューズがついているので安心して接続できます。燃料ポンプにもゴム管を仕込みます。すべて純正の付属部品なので取り付けも簡単です。ゴム管に燃料給油管を取り付けます。燃料漏れしないよう管を深く入れて固定しました。燃料ポンプにも同様につなぎます。オイルフィルターもポンプの端につなぎました。オイルフィルターの端にも燃料管をつなぎます。実はこのポンプの取り付け方向を間違えて1時間無駄に使ってしまいました。ポンプのジャックがある方を本体側につなぐべきなのですが、全く反対につないでしまっています。これをやると燃料が本体に行かず、何度やっても E8 のエラーメッセージが出ます。ポンプの方向を逆につなぎ直しました。チューブのエア抜きに2分ほどかかりましたが、今度は問題なく作動してくれました。マフラーをつけないと爆音がするので、途中からサイレンサーをつけました。マフラーをつけるとかなり音が小さくなるので結構びっくりしました。つけるのとつけないのでは全く違いますね。かなり温かい温風が出たので試運転は終了しました。電源をオフにしても本体のクールダウンでしばらく温風が出ます。石油ファンヒーターと同じぐらいの高さです。実際に車体に取り付けます。フラット床や指示足、カーペットも取り外します。今回は取り付け位置にかなり悩みました。まず候補に上がったのが後部座席下のこの空間。この中は広く反対側の空間とつながっているので、ここから音符を出せば使えそうなのですが、実はこの下に燃料タンクがあり、そもそも施工できません。そこで目をつけたのがこちらの反対側の空間。ここはリアヒーターの後ろにご覧のようなスペースがあり、ダイソーの鏡で車体下をチェックすると、この長方形の部分が鉄板1枚なので、ここにヒーターを仕込めそうです。 FF ヒーターを仕込むにあたって、このリアヒーターが施工の邪魔なのでネジを外して少し動かすことにしました。実はこれが失敗の始まりなのですが、取り外しでヒーターを手荒に扱ってしまい、この部分を壊してしまいます。もともとリアヒーターとはご覧のようにアルミ製でラジエーターの役割があり、運転中にエンジンを冷やす冷却水が流れています。この温められた水をファンで回すことで後部座席の暖房として使われていますが、この部分アルミ製でとても壊れやすいんです。私はこのことを知らずに強引にヒーターを取り外してしまい、ここから冷却水が漏れるようになってしまいました。しかもその漏れ方がすごくゆっくりなので、冷却水漏れに気づいたのは FF ヒーターを施工した後。ここからは私の失敗とリカバリーするまでの過程をご覧いただこうと思います。このリアヒーター5箇所のネジで止まっているだけなので、まずネジをすべて外しました。次にリアヒーターの電源カプラーを取り外し、ファンを強引に引き抜きました。今思うとこれが冷却水漏れの原因だったような気がします。ファンを取り外すと FF ヒーターが入るので、そのまま仮置きをしてみました。温風吹き出し口も隣のスペースから出せて、設置さえできれば結構いい感じに使えそうです。本体のシリコンゴムを外して、これをガイドに穴開け位置を決めます。シリコンゴムを床下に並べ、マジックで印をつけるだけです。延長用のパーキングヒーターホースも伸ばします。本体に付属していったパイプよりかなり柔らかいですね。温風吹き出し口はこのスペースの壁と干渉しましたので、多少歪めて固定しました。
今回はジャッキアップをせずに施工していきます。排気パイプを取り付けようと仮置きしたところ、延長用に買ったパイプのみでちょうどいい長さだったので、このパイプのみを取り付けることにしました。でこちらの吸気管はこのチューブのところに、これおそらく伝送品の部分だと思うんですけども、付属のタイラップでくくりつけようと思います。この燃料管のむき出しは怖いので、車内に燃料管を引き入れた後、この燃料管をスリットチューブで保護することにしました。このチューブ、切れ目が入っているので、配管をした後に後からかぶせて管を保護することができます。この燃料パイプが万が一切れたりしないようにガードすることができるようになりました。排気管の固定は91円のステーを使います。この取り付けは純正ステーの穴を利用します。91円ステーをボルトで固定。このステーは柔らかいので手で簡単に曲げることができます。これに純正パイプステーを合わせボルトで固定しました。排気管後方は車体ステーの穴を利用して純正のパイプ固定金具で取り付けしました。実はこのマフラーの取り付けで良い場所を見つけました。それはこの金属の取り付け穴。ご覧のように磁石がつくので鉄かステンレス製です。この部分をうまく利用するために付属の排気パイプを20センチ切りました。使った工具はダイソーパイプカッター。切り口はいびつですが使えそうです。こんな感じにしようと思います。指1本入る分ぐらいの隙間が空いてますので、このバンパーにも影響しないと思います。このスペーを使って絶対に落下事故が起きないように、このサイレンサーも固定します。固定しました。これでサイレンサーが落ちることはないと思います。すべての配管を取り付け終わりました。排気管の方はこのように接続しました。このように上から吊るして、これも運転中に揺れて他の部分に接触しないような仕組みにしてあります。傾斜も排気管の上からこのようにだんだんゆっくり傾斜してくるような形にして、車のマフラーのこのステーの穴をうまく利用してこのパイプを固定しました。このように揺らしてもどこにもぶつかることはありません。そしてこのまま左側に流れてきて、パイプが外に出されています。吸気の方は全て黒いパイプになっていまして、結束バンドできっちり固定して、車のマフラー等にはくっつかないようになっています。これでホコリですとかそういったものがこのエアフィルターの中から入ってくることもありません。この検証にあたり一酸化炭素検知器も購入しました。万が一この車の中に一酸化炭素が入ってきたとしてもこれで気づきます。で実は私大失敗をしておりまして、リアヒーターの部分を、ここの一番下のこの部分を破損してしまいまして、ちょっとだけ、冷却水がにじみ出てきております。このままでは車に乗れないので Amazon で忍者テープというちょっと面白い名前の自己癒着テープを購入してみました。このテープラジエーター修理もできるテープらしいのですが、私の施工が悪く、施工翌日には冷却水漏れの症状がかえって悪化してしまいました。スズキの修理工場にリアヒーターを取り外せるか確認したところ、取り外したヒーターにつける純正部品がないので取り外しは不可能と言われました。このリアヒーター、車を所有してから一度しか使ったことがなく、真夏の車中泊で車内を熱くする要因になっているので自力で取り外すことにしました。リアヒーターの取り外しには冷却水を抜く必要があるので、フロント下のカバーを外します。このカバー、錆でネジが固着していたので556で滑りを良くしてネジ5本を外しました。
フロントグリル裏に排水ドレンボルトがあります。このハート型の白いネジを手で軽く外して緩めていきます。このハートのネジは一気に外すと冷却水が飛び散るそうなので、地面に冷却水受けを置き、少しずつ緩めます。この作業はエンジンの熱が熱い段階でやると熱された冷却水が噴き出してくるそうなので、この作業はエンジンが冷えた後に行ってください。次に冷えたラジエーターキャップを外します。車の内装材を取り外し、座席下のエンジンルームを露出させます。画面中央のサーモキャップを手で取り外します。これを抜くとさらに冷却水が抜けていきます。リアヒーター下に潜って配管をチェックしました。この2つのホースを外して上にアルミパイプが通ってるんですけど、このアルミパイプをうまいこと使ってこの2本を U 字状に接続して液がこっちから流れてくるんですけども、それを向こう側に戻す仕組みをここで作りたいと思います。取り外した後のリアヒーターです。冷却水漏れをしていた部分をどんな感じになっているかっていうのを見てみたいと思います。この部分に隙間が空いてしまっていますね。この部分一旦分解します。外れました。もう一本の方も取っていきます。ここに段がついてるのもいいですね。この段があることによって液漏れがしないようになってるんだと思います。仮り合わせしてみました。少し長すぎるのでダイソーのパイプカッターで切ります。カットできました。これなら使えそうです。純正パイプ付け終わりました。どこら辺までパイプが来てるかっていうと、この辺りまで来ています。ここのちょうど親指で触っているところぐらいまでで、こちら側は同じく親指で触っているところぐらいまで、この辺りまでパイプが来ています。ホースバンドなんですけども、ダイソーで買ったこの100円のプライヤーを使ってやると、このように手を離しても掴んだ状態を保ってくれているので、楽に移動させることができます。ホースは折れ曲がったりしていないので、冷却水の流れを妨げることはなさそうです。これで取り付け完了としても良かったのですが、冷却水漏れを完全に防ぎたかったので、ホームセンターで水道用のホースバンドを購入しました。このホースバンドも追加で取り付けていきます。ホースバンドを2箇所止めておりまして、これで液漏れがすることはないと思います。外していたキャップをすべて閉めて冷却水を入れていきます。サーモキャップはバネが仕込まれているので押し回して取り付けます。ペットボトルを細工して冷却水入れに使います。ペットボトルの口にビニールテープを貼り、ラジエーターキャップにフィットするようにします。今回入れるのは凍結防止でマイナス40度までいけるというので、これを買いました。液漏れ防止でキャップ周りにタオルを敷きました。リアヒーターを外した部分をチェック。液漏れは一切していませんでした。サーモキャップそばのエア抜きのボルトを緩めておきました。ここを緩めるとエアが抜けるそうです。エア抜きをするためにサーモキャップ近くの太いホースを揉みました。この作業をするとラジエーターキャップから空気がたくさん抜けていきました。エンジンをかけないエア抜きをやったので、暖気運転をさせてさらにエア抜きをしていきます。で、やる方法としてはこれを外気にして、暖房をマックスまで上げると冷却水が減っているので足します。だいぶ減ってます。エアがだいぶ抜けてきてます。このように暖気運転をすることでエアがどんどん抜けていきます。水温計は全く上がっていない感じです。今10分ぐらい暖気運転してます。すごく小さな泡まで変わってきました。ちょうど4リットルちょっと入りました。水温計もいつも使っているところと一緒ぐらいの位置になっています。ラジエーターキャップも戻します。エア抜き用ボルトも閉め、車のセッティングを戻します。
この施工後数日間はエア抜けで冷却水が減るので、その都度冷却水をリザーブタンクに足しました。リアヒーターを取り外してできた穴はダイソーのアルミテープで塞ぎました。このリアヒーターがなくなったことによっていいことがありました。こちらの燃料タンクがそのままここに入ってしまうんですね。そしてこのままここを開けて給油をすることも可能ですし、ポンプもこの中に入ってしまいます。このモーターのコツコツといった振動音の軽減をさせるために、ダイソーの滑り止めシートを包み込むような感じでセッティングして使ってみたいと思います。この作戦、モーターが本体と燃料タンクで挟まれ、常に浮いている状態になるので、振動音を大幅に軽減できました。液晶コントローラーは車体壁面にファスナーテープで貼り付け、取り外し式にしました。念のため火消しスプレーも購入し、車内に常備するようにしました。こちらの電源ケーブル、プラスよりマイナスが短すぎて使いづらいので、マイナスケーブルを延長させます。丸型端子も後ほど使うので20センチほど残してカット。ダイソーの電光ペンチで黒い被膜を剥き、延長用のケーブルとハンダ付けをします。接続部分は熱収縮チューブとライターで絶縁しました。今回は FF ヒーターをポータブル電源でも使えるようにシガーソケットも購入しました。お値段2個入りで Amazon650 円。ヒューズとギボシ端子がついていて、丸型端子と切り替えてバッテリー直でも使えるようになります。このシガーソケットの端っこにはギボシのメスが仕込まれていますので、本体側のケーブルにはギボシのオス端子を仕込みます。電光ペンチで被膜を剥いてギボシを取り付けます。ギボシをつける前に絶縁キャップを仕込みます。これでギボシをかしめたら完成です。赤のプラス極にも同様にギボシを仕込みます。早い方なら数分で終わる作業です。プラス端子もマイナス端子もギボシが仕込まれましたので、このシガーソケットに接続することができるようになりました。この部分もビニールチューブで絶縁されてますので安全性も高いです。丸型端子の電源側にはギボシメスを仕込みます。使用するのはダイソーのギボシオスメスセット。先ほどまでと全く同じ手順で丸型端子にも切り替えれるように仕込みました。次は FF ヒーターの温風吹き出し口を作っていきます。フラット床を取り外しました。この部分に吹き出し口を作ります。サイズを合わせ6センチ四方にカットします。床の裏面はダイソータッカーで固定されているので、まずはこの針をホチキスの裏で外します。針の引き抜きはペンチで行いました。吹き出し口を合わせ、ハサミでクッションフロアをカット。マジックで印をつけ、表面をカッターで切ります。線に沿ってジグソーでカットします。焦らずゆっくり切ると比較的綺麗に切れました。クッションフロア下に蝶つがいを仕込みます。ネジも蝶つがいもダイソー製で、両方とも一番小さいものを使いました。カットした木片も蝶つがいにつなぎ、ヒーターを使わないときは蓋をする予定です。クッションフロアをタッカーで固定します。車に設置してみました。ぴったり、いい感じです。延長の配管は中国からの発送が間に合わず、ホームセンター港南の 75mm アルミダクトホースを仮で使用することにしました。こちらはサイズが大きいのでアルミテープで無理やり留めてあります。使用したのはダイソーのアルミテープ。今回はソファーベッドも新しく購入しました。今回も購入したのはセルタンシングルサイズのソファーマットレス。いつも使っているセミダブルはヒーターを塞ぐのでシングルサイズを買いました。車に設置してみます。開封直後は縮んでいますが、1日経つとふっくらなります。横幅のサイズ感はこんな感じ。これならヒーターの吹き出し口を干渉しません。これから仕事で立山に行くので、車中泊で使用感を検証します。10時10分、気温 8.2 度、湿度 50% ですね。100% 溜まっています。FF ヒーターの電源をポータブルバッテリーのシガーソケット端子から取ります。一番最弱の1で動かします。電源ケーブルはこちらにひとまとめにしてポータブルバッテリーから取っ
っています。消費ワットは110ワットぐらいですかね。電源を入れた直後は100ワット前後を消費します。そしてこのような形で配管しました。少しニッパーで切って約6センチぐらいにリサイズしました。これもはめられるようにします。フラット床締めます。今回小さいタイプのセルタンのマットレスを買ったのでスペースに余裕があります。このような感じです。これ結構使いやすそうですね。一酸化炭素警報器もつけてます。ちょっとテストするとこのようにうるさいんですけれども 0ppm です。実はモーターのコツコツ音なんですが、ダイソーの滑り止めマットでくるんだおかげでほとんど聞こえませんでした。近づけると多少聞こえるんですけども、店高のポンプの音量と比べてみます。ダイソーの滑り止めマットを巻くだけでも防振防音効果がありそうです。セルタンの10センチマットレスを床全面に引いた状態の音も比較してみます。ヒーターの風の音は聞こえますが、ポンプのコツコツ音はほとんど聞こえませんでした。消費電力はかなり落ちて4ワット程度に落ちました。これは私の持っている電気毛布とほとんど同じ消費電力で、電力的にもかなりコスパが高いです。温風吹き出し口の温度は 85.5 度、かなり暖かいです。この日の立山はとても寒く、うっすら雪が積もっています。車外排気管の音量もチェックしてみます。近づくとこのように湯気が立っていたり、音が聞こえたり、水滴が垂れていますが、触れないほど熱いわけではありません。離れると波の音の方が大きいぐらいです。時刻は1時47分。冷気が換気扇から入ってきてるんですけども、気温は23度のままです。暖かいです。今日は羽毛布団ではなく寝袋を使って寝たいと思います。朝7時、車内の気温は約24度、湿度 36%、バッテリーの残量は 71%、消費電力は約4ワットを消費しています。一酸化炭素測定器も一切反応することはありませんでした。 FF ヒーターすっごく快適に寝れます。これをなんで早くつけなかったのか、これは結構衝撃的な快適さですね。今回はワークマンのルームブーツを使用することもありませんでした。寝具はやや薄めのダウンシュラフだけを使って寝たんですけれども、ちょっと暑くて汗をかいてるぐらいです。真冬でも FF ヒーターを取り付けていれば薄手の布団で眠れそうな感じでした。外の気温は約4度ぐらいですので、車内と比べると20度の差があります。湿度が 37% と低いので、外をチェックしてみるとうっすら曇っている程度で、カーテンの部分もほとんど結露していません。外は海のそばで湿気が多いはずなんですけれども、全く結露しませんでした。排気ダクトからの音はほとんど聞こえません。むしろ海が近いので波の音の方が全然大きいです。新しく買ったセルタンのシングルサイズのソファーマットレス、寝心地が良かったです。身長172センチ、中肉中背が寝てみたサイズ感をご覧いただきます。折りたたみもとても簡単でした。この日も11時から仕事なので支度します。 68% も残っているので朝ごはんを作ります。約560ワット消費しています。いただきます。美味しい。
画面では分かりづらいですが、富士山が見えています。美味しかったです。ごちそうさまでした。車内の気温20度、ちょっと肌寒かったので少しだけ暖房をかけてみました。バッテリーの残量は 28%。 少し次の仕事まで時間があるので、富士山を見ながらのリモートワーク。 FF ヒーターで車内を温めているので快適に仕事ができます。12時間使用した灯油の残量をチェックします。5.5 リットルのタンクに4リットルの燃料を入れていました。上から見るとタンクの半分以上残っています。タンクの横からもチェックします。やはり半分以上残量がある感じです。これなら連泊の車中泊も給油せずできると思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。